優しい日本語ニュースをお話しします。2025年1月20日、セブンイレブンはおにぎりと弁当の一部商品の値段を上げると発表しました。この理由はお米の値段が上がっているためです。セブンイレブンは1月下旬から14種類のおにぎりと14種類の弁当の値段を上げます。おにぎりは最大で28円。弁当は最大で60円値上げされます。お米の値段が高くなっているからです。その理由には次のようなことがあります。お米を育てるための肥料が高くなっています。お米を買う会社同士の競争が厳しくなり、価格が高くなっています。2024年12月に新しく収穫されたお米の平均的な価格は今までで一番高くなりました。そのため、外食チェーンや食品メーカー、そしてコンビニでも値上げが広がっています。お米を使う食品の値段はセブンイレブンだけでなく、他の外食チェーンや食品メーカーでも上がる可能性があります。例えば、おにぎりやお弁当、カレーライスなど、お米をたくさん使う商品が影響を受けるかもしれません。セブンイレブンは1月下旬からおにぎりや弁当の一部商品の値段を上げます。この背景にはお米の値段が高くなっていることがあります。これからも食品の値段が上がることが考えられるため、家計に影響が出るかもしれません。1月21日の朝早く、台湾の南部で大きな地震がありました。この地震はマグニチュード 6.4 で、地震の中心、震源は台湾南部の嘉義県という場所でした。地震の深さは約 10km と地面のすぐ近くでした。このため揺れが強く感じられ、多くの建物に被害が出ました。地震でこれまでに44人が怪我をしました。怪我をした人は壁が壊れた建物の中にいたり、家具が倒れたりして怪我をしたと考えられます。また、台南という町では多くの家の壁にひびが入ったり、階段が壊れたりしました。台南に住む78歳の女性は、これまでの地震の中で一番強い揺れでした。家の壁や階段が壊れて、怖くて2階に上がれません、
と話していました。地元の人たちは安全な場所を求めて避難所に集まりました。地震の発生から1時間後には避難所にプライバシーを守るためのテントが設置されました。また、タオルや食べ物などの必要なものが運ばれ、ボランティアが助けていました。地震が起きた後も、台南や嘉義県では小さな地震が続いています。消防はこれからも揺れに注意してくださいと呼びかけています。専門家によると、今回の地震は地面の下にある活断層という割れ目がずれたことが原因だと考えられています。活断層とは、地震を起こす可能性がある地面の割れ目のことです。東京大学の先生は、今回の地震の場所は、陸側と海側のプレートがぶつかるところに近いです。この影響で台湾にはたくさんの活断層がありますと話しています。先生は今回の地震は最大のものではない可能性があります。もっと大きな地震が起きるかもしれません。これからも注意が必要です、と言っています。去年4月、台湾の東部で地震がありました。この地震では、プレートの境界で揺れが起きましたが、今回の地震はプレートの内部で起きたため、メカニズムが少し違います。今回の地震では、怪我人が出たり、多くの家が壊れたりしました。避難所が開かれ、被害を受けた人たちを助ける動きが続いています。これからも地震に備えて安全な場所で過ごすことや、避難の準備をしておくことが大切です。アメリカのトランプ氏が第47代大統領になりました。演説でアメリカの黄金時代が始まると話し、国をもっと強くする計画を発表しました。トランプ大統領は次のような計画を話しました。不法移民対策を強くする。トランプ氏はアメリカに違法に来る人を減らすために国境に軍隊を派遣すると話しました。エネルギーを増やす。石油やガスをたくさん作る計画を話し、これでインフレも抑えられると言いました。車を自由に選べるようにする。電気自動車だけにするルールをやめて、みんなが好きな車を買えるようにすると言いました。アメリカを第一に考える。トランプ氏は
私はアメリカを一番に考える。国民が安全で幸せに暮らせるように頑張る、と話しました。火星に星条旗を立てる。トランプ氏はアメリカの宇宙飛行士を火星に送りアメリカの旗を立てると話しました。世界での平和を目指す。トランプ氏は私は平和を大切にし、世界中の国々と仲良くしたいと言いました。過去の政策を変える。トランプ氏は環境のルールを見直すなどの新しい政策を進めると話しました。トランプ大統領はアメリカをもっと強く、そして素晴らしい国にすると話しました。新しい計画がアメリカにどのような影響を与えるのか、世界も注目しています。最後まで見てくれてありがとうございました。来週もぜひ見てくださいね。2025年1月20日、セブンイレブンはおにぎりと弁当の一部商品の値段を上げると発表しました。この理由はお米の値段が上がっているためです。セブンイレブンは1月下旬から14種類のおにぎりと14種類の弁当の値段を上げます。おにぎりは最大で28円。弁当は最大で60円値上げされます。お米の値段が高くなっているからです。その理由には次のようなことがあります。お米を育てるための肥料が高くなっています。お米を買う会社同士の競争が厳しくなり、価格が高くなっています。2024年12月に新しく収穫されたお米の平均的な価格は今までで一番高くなりました。そのため外食チェーンや食品メーカー、そしてコンビニでも値上げが広がっています。お米を使う食品の値段はセブンイレブンだけでなく、他の外食チェーンや食品メーカーでも上がる可能性があります。例えば、おにぎりやお弁当、カレーライスなど、お米をたくさん使う商品が影響を受けるかもしれません。セブンイレブンは1月下旬からおにぎりや弁当の一部商品の値段を上げます。この背景にはお米の値段が高くなっていることがあります。これからも食品の値段が上がることが考えられるため、家計に影響が出るかもしれません。1月21日の朝早く、台湾の南部で大きな地震がありました。この地震はマグニチュード 6.4 で、地震の中心、震源は台湾南部の嘉義県という場所でした。地震の深さは
約 10km と地面のすぐ近くでした。このため揺れが強く感じられ、多くの建物に被害が出ました。地震でこれまでに44人が怪我をしました。怪我をした人は壁が壊れた建物の中にいたり、家具が倒れたりして怪我をしたと考えられます。また、台南という町では、多くの家の壁にひびが入ったり、階段が壊れたりしました。台南に住む78歳の女性は、これまでの地震の中で一番強い揺れでした。家の壁や階段が壊れて、怖くて2階に上がれません、と話していました。地元の人たちは安全な場所を求めて避難所に集まりました。地震の発生から1時間後には避難所にプライバシーを守るためのテントが設置されました。また、タオルや食べ物などの必要なものが運ばれ、ボランティアが助けていました。地震が起きた後も、台南や嘉義県では小さな地震が続いています。消防は、これからも揺れに注意してください、と呼びかけています。専門家によると、今回の地震は地面の下にある活断層という割れ目がずれたことが原因だと考えられています。活断層とは地震を起こす可能性がある地面の割れ目のことです。東京大学の先生は、今回の地震の場所は陸側と海側のプレートがぶつかるところに近いです。この影響で台湾にはたくさんの活断層がありますと話しています。先生は今回の地震は最大のものではない可能性があります。もっと大きな地震が起きるかもしれません。これからも注意が必要です、と言っています。去年4月、台湾の東部で地震がありました。この地震では、プレートの境界で揺れが起きましたが、今回の地震はプレートの内部で起きたため、メカニズムが少し違います。今回の地震では、怪我人が出たり、多くの家が壊れたりしました。避難所が開かれ、被害を受けた人たちを助ける動きが続いています。これからも地震に備えて安全な場所で過ごすことや、避難の準備をしておくことが大切です。アメリカのトランプ氏が第47代大統領になりました。演説でアメリカの黄金時代が始まると話し、国をもっと強くする計画を発表しました。トランプ大統領は次のような計画を話しました。不法移民対策を強くする。トランプ氏はアメリカに違法に来る人を減らすために国境に軍隊を派遣すると話しました。エネルギーを増やす。石油やガスをたくさん作る計画を話し、
これでインフレも抑えられると言いました。車を自由に選べるようにする。電気自動車だけにするルールをやめて、みんなが好きな車を買えるようにすると言いました。アメリカを第一に考える。トランプ氏は、私はアメリカを一番に考える。国民が安全で幸せに暮らせるように頑張る、と話しました。火星に星条旗を立てる。トランプ氏は、アメリカの宇宙飛行士を火星に送り、アメリカの旗を立てる、と話しました。世界での平和を目指す。トランプ氏は、私は平和を大切にし、世界中の国々と仲良くしたい、と言いました。過去の政策を変える。トランプ氏は、環境のルールを見直す、などの新しい政策を進めると話しました。トランプ大統領は、アメリカをもっと強く、そして素晴らしい国にすると話しました。新しい計画がアメリカにどのような影響を与えるのか、世界も注目しています。